今日は嫌なことがたくさんあったな。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と怒りと憎しみと拭いきれない欲望と共に寄り添ってゆく優しいチャンネル、やるもんチャンネルへようこそということでね。さあまた始まってしまいましたね。そう今日はね、夢についてね、そしてそれを占う夢占いについてね語っていきたいなと思うんです。私はあれなんですよね。夢占いは割と信じてる方なんですけどね。スピリチュアルなことの 95% は信じてませんけれどもね。あれなんですね。死んだばあちゃんと親父のね、その死の時期をね、夢で悟ったというかね、夢で見たのでね、という話を今まで過去の動画で何度もしてますけどね、もう4回5回ぐらい話してますけど、そういうこともあってね、夢は何か教えてくれるんじゃないのかっていうことでね。私オカルト少年でありましてね、中学校の2年3年ぐらいの2年間ぐらいをね、夢日記をつけてたぐらいですからね。思えばね、少年時代から暗い男でしたね、やってることがね。なんかこう未来を知りたいみたいなね、そういう欲に駆られたんでしょうね。まだあれですよね、貧困ですから、ちょうどそういう思春期っていうのは辛いんですよ、貧困家庭においてはね。そんなこともありましてね、夢というものに関しては非常にね、造形が深いんですけれどもね。でここ1週間2週間ね、夢を覚えていられるぐらいちゃんと眠れて夢を見た時にあれなんですよね、なんだか母親のね、母ちゃんのが出てきたり親父が出てきたり同時に出てきたりみたいなね、そういう夢を何回か見ましてね。でまさに昨日夢を見ましてね、3人でガヤガヤいろいろ話をしてっていうか、とにかくなんかね、眠るんですよ、3人でね、川の字になってね。そしてなぜか兄貴がいないんですけれどもね、3人なんですよ。俺と親父とね、母ちゃんで3人で川の字になって寝るというね。ほいでなんか嫌なメッセージというかね、なんか病気のメッセージみたいなものもねあったりとかして、そうかと思えば昔ね、昔勤めていた工場とかのねのシーンとかも出てきてね、なんだろうと思って、あれなんですよね。そして夢占い、皆さんもねご利用なされたらいいと思いますけど、昔と違ってね、本とかで確かめたりとかね、自分なりの解釈みたいなこといらなくなりましたね。今ネットでね、いっぱいいろんなシチュエーションにおけるね、こういう意味があるんじゃないかみたいなねことがいっぱい載ってますからね。でもスピリチュアル関係にこう引き寄せようとする、金をむしろうとする輩がいっぱい、そういうページにはいっぱいいるのでね、気をつけてください。とにかくね、結構ね当たってると申しますか、夢っていうのは逆夢、逆夢って言うんですけど、逆夢っていうのが多いんですよ。
なんかね、例えば火事になるような夢を見たらいい夢だとかね。そう、人が死ぬ夢を見たら、自分が死ぬ夢を見たらこう逆にね、こう生まれ変わってこういい夢だみたいなね、こう逆に見るっていうことが多いんですけれどもね。そう、私もちょっと気になってね、見てみたりね、YouTube で前にね、そう、親父死んでますけど、死んだ親が出てくるっていうのはね、なんかね、自分が死ぬ予兆だみたいなね。そう、私が死ぬ予兆だみたいな。死んだ親が出てくる夢はあんまり良くないみたいなね、ことを YouTube で見ましたけれどもね。まあ夢占いではあんまりそんな悪いことは書いてなかったんですけれどもね。そう。で、私自身も心配してね、私自身がなんか病気になるんじゃないのかとかね。そう、母ちゃんが死ぬと同時期に死ぬんじゃないのかとかね。そう。いや、母ちゃんがやっぱり連れて行かれるんじゃないのかとかね。いや、彼らよりも先に俺が死ぬんじゃないのかとかね。いろいろ不安に思いましてね。こうね、クソみたいな労働中ね。そう、不安に駆られましてね。で、動画にするにはなんかね、なんかつまんないなと思って、そうためらってたんですけれどもね。今こうやって喋ってますけれども、あれなんですよね。そこで一つね、ムカついてきたんですよね。そう、生きているというかね、起きている間ですらね、いろいろ様々な嫌なこと、僕も今日嫌なことがたくさんあって非常にムカついてるんですけれどもね、この動画を撮ってます。非常にムカつきながら撮ってますけれど、ね、生きている間もいろんなものに脅されてね、こう不安や恐怖やね、または怒りというものにこう支配されているわけですけれども、我々ね、あれですよね、寝ている時もね、脅されてるわけですよ。こうやってなんか意味深なね、夢を見て、そして夢占いを見て、そしてまた不安になったりとか。もうね、この世界が本当にムカつくなと思います。結論としてね。そう。なんて言うんでしょうね。そう。結局、ね、寝ている間もね、そして寝て起きた後もね、不安に駆られてこう、なんか嫌なことが起きそうですとかね。そう。心配事が増えそうですとかね。災難の予兆ですとかね。災難最悪、なんて言うんでしょうね。そう、なんか良くないことが起きる前兆ですとかね。夢の中でこうね、意味深な夢を見せられて、起きて不安になって、夢占い見てまた不安にさせられてね、脅されるわけですね。もうだんだんムカついてきましたね。そう、そもそもね、我々は生まれたこと自体がね、もうトラブルなんですよ。そう、トラブルに見舞われるでしょうみたいなことを書いてる。いやいや、もうトラブルに見舞われましょうじゃなくて、今日もトラブルに見舞われましたよっていう話なんですよね。そう、トラブル続きですよと。生まれたこと自体がトラブルなんですよ、我々は。いや、少なくとも私はね、ネガティブマンは生まれたこと自体がね、トラブルなんですよ。トラブルに見舞われるかもしれません。気をつけましょうじゃないんだよって。ね、気をつけましょうじゃないんだよっていうことですよね。生まれてきてね、この数十年もトラブル続きでも、生まれたこと自体がもうすでにね、この世界に生まれたこと自体がトラブルなんだということにね、先ほど気がつきましてね。あ、これはもうね、皆さんにお伝えしないといけない。そう。人間はね、生まれた瞬間からもうすでにトラブルですからね。もう非常に災難なんです。
ですからね、いろんなね、起きている間もね、寝ている間もね、生活している間もいろんなもの、いろんな不安に駆られて脅されてね、または怒りに震えて憎しみに震えますけれども、もうそういう生まれてきたこと自体がトラブルなんですよ。ね、ものすごいトラブルなんだということをね、今日気づきましたね。皆さんと共有したいなと思いましてね、動画にしてみました。そう、人間は生まれてきたこと自体がトラブルである。そうね、そう、反出生主義のね動画でもね今度言おうと思いますけれどもね、生まれてきたこと自体がトラブル。そう、夢占いとかねやってる場合じゃないんですよ。もうね、誰が死のうと自分が死のうとね、もう生まれてきた瞬間からトラブルなんですよね。ミスタートラブルなんですよ。いや、トラブルじゃない人もいるかもしれませんよ。ね、そういう人にはねたっぷりとね、嫉妬したいと思いますけれどもね、いいなと思いますね。トラブルがない人生ね、誰からも祝福されてね、また自分が気持ちいい思いをねして嫌な思いがとっても少ない人生もあるでしょうね。きっとあると思います。そう、長年の苦労が報われる、そんな人生もあるでしょうね。嫉妬します。羨ましいなと思いましてね。私は報われずにね死んでいくんでしょう。いろいろね夢の中でも脅されましたからね。起きてからも脅される。いやいやいや、生まれた瞬間からもうすでに脅されてるんですね。トラブルなんですよ。我々はトラブルの中に生きているんです。そう、我々自身がトラブルなんですね。トラブルが起きそうなので注意しましょうじゃないんだよってことですね。そうということでね、一通り憎しみと怒り、そして悲しみと、またね今日寝てまた不安に駆られる、また労働しながらね恐怖に怯えながらね怒り憎しみに震える日々をねまた送らなきゃいけないのかと思うとね、そっとね人生をそっと閉じたいな、もしくはこうね死ぬ前にねたっぷりと引きこもりの時間が欲しいなと思ったネガティブマンです。それでは今日にも明日にもね世界が滅びますように。ネガティブマンでした。